こんにちは、タロタロです。今回は普段タッチのタイムアタックをしている自分が体験でタイムアタックをしてみました。一応この闘技場陣容画のクエストで討伐1分台を出すまではやってみました。やっていく中で体験の激高山はかなりタッチの立ち回りを応用しやすいなと思ったので、今回はタッチの立ち回りをどういう風に応用して激高山を使ったかについて話していきたいなと思ってます。使ってみた感じ、モーションを理解していてタッチの基本的な立ち回りが分かっている人は激高山かなり使いやすいなと思ったので、これを機に普段タッチを使っている人も体験に興味を持っていただければいいなと思ってます。今回の動画の流れはこんな感じです。まずは別の動画で紹介したタッチの基本的な立ち回りについて簡単に復習していきたいと思います。次にその立ち回りをどのように激高山に応用するかについて自分の考えを話していこうと思います。最後に自分が1分台で討伐した動画を見ながら今回の考え方をどのように実践に当てはめていったかについて見ていこうと思います。それでは早速どうぞ。それでは最初に簡単にタッチの立ち回りを復習していきます。自分は以前に挙げたこちらの動画でどのモンスターにも応用できる基本的な立ち回り方を紹介しました。その中でタッチの立ち回りはこのようなターン制になっていると説明しました。これはモンスターの攻撃に対してタッチはカウンターで対処し、その後の後隙に少しの攻撃と最後に特殊能刀などのカウンター前の準備をするというターンを繰り返すのが基本になってくるんじゃないかという説明をしました。実際に次のシーンを見てみましょう。このシーンでは相手の攻撃が来る直前に特殊能刀で準備をして相手の攻撃が来たらそこにカウンターを合わせています。そしてその後の後隙に対して攻撃を加え、また相手の攻撃が来る直前で特殊能刀をして攻撃に対してカウンター、そしてひるみがあったのを見てその後隙に兜折りを当てて次の攻撃が来る時にまたそこの直前で準備をして特殊能刀を構える。このようなターンを繰り返すのがタッチの基本的な立ち回りではないかとこの前の動画では説明しています。それでは次に先ほどのタッチの立ち回りをどのように激高山に生かすのかについて話していきたいと思います。体験もタッチと同様に一旦の図を作ってみました。体験はモンスターの攻撃に対して激高山のハイパーアーマーを利用して耐えて攻撃後の後隙に激高山を放ち、残りの後隙を利用して次の激高山への準備をする。これが体験の基本的な一ターンの流れになるのかと思いました。それでは実際にこのターンを見ていきましょう。このシーンでは相手の攻撃に対して激高山で受け止めて攻撃が終わった後に激高山、そして後隙のひるみ中に混合ため切りをしてから次の攻撃を激高山で受け止めて攻撃後に激高山、さらにひるみが入ったので混合ため切りで激高山の準備をして相手の攻撃に対して激高山、攻撃後に放つ。これを繰り返しています。もちろん混合ため切り以外にも強ため切りからの激高山も選択肢に入ります。このシーンでは強ため切りでひるみが入ってしまったのでそのまま強投げ払いで時間を調節して次の攻撃の頭に激高山が始まるように調節をしました。しかし次の攻撃が攻撃時間の長い攻撃だったので1回タックルで激高山の時間をリセットしてから攻撃後に激高山を放てるようなタイミングに調節をしました。このようにモーションを理解してモンスターの攻撃と後隙が分かっていれば激高山もタッチと同じようなターン構成で立ち回れるのかと個人的には思ってます。それでは実際に自分が闘技場陣容画を1分台で討伐した時のクエストを見ながら解説していきます。陣容画は発覚と同時に威嚇が入ります。なのでその時間を利用して混合ため切りで最初の攻撃に激高山を合わせる準備をします。ここは次のモーションが尻尾叩きつけだったため混合ため切りで次の攻撃へ激高山への準備、そしてそこから激高山を放ちます。陣容画のひるみを見たら近づくのと激高山への準備のため混合ため切りを一段やります。しかしここはひるんでしまったのでタックルで一度調整、さらに長い攻撃が来たのでもう一度タックルで調整して攻撃の終わりに激高山を合わせます。ひるみにはさらに混合ため切りで準備、のしかかりは後隙が短いためため2で放ちます。そしてひるみに対して混合ため切りで準備、その場から一段の腕攻撃が来たのでそのまま激高山、ひるみに対して混合ため切りで激高山の準備をしようとしたら総流待機が入ったのでそのまま激高山を放ちます。総流ダウンなどのダウンが取れた時はダウン分けの攻撃に激高山が合うようにコンボを調節して考えます。しかしここは睡眠が入ったのでそのまま激高山を当てます。ここはせっかくの睡眠なので強化ノートで攻撃力を上げて寝起きの頭に最大ための激高山を当てて気持ちよくなります。
この後は睡眠から起きた時の硬直を考えて混合ため切りを最大まで放ちます。これによって次の攻撃にちょうど激光山が噛み合うので攻撃後に激光山。ひるみが入ったので混合ため切りで激光山の準備をしてから次の攻撃に激光山。この攻撃は長いのでタックルで一度調整してから攻撃後に激光山。さらにひるみが入ったので混合ため切りから激光山を狙おうとしたところでお供が決めてくれてメインターゲットを達成です。ここまでご視聴ありがとうございました。最後にまとめとして太刀と体験の比較や体験で立ち回るときにここが重要だと思うポイントを話していきます。この2武器はどちらも攻撃前に準備をするという点では共通していますが、太刀はかなり準備が楽です。その分太刀はカウンターを攻撃に合わせて狙う必要があります。一方で体験の特徴としては激光山を打つまでの準備がかなり長いというのが特徴かと思います。激光山はため切り、強ため切りの次の3段階目のため切りになるので、太刀のように1ボタンでシュッと準備することはできなく、状況に応じた準備のルートを考える必要が出てきます。しかし一度準備さえしてしまえば相手の攻撃はそのまま体で受けるだけなので、その点は太刀よりも簡単だと思います。次に激光山で大事だと思うところを2点に絞りました。1点目は激光山の始めと終わりのタイミングです。モンスターの攻撃がどのくらいで終わるかを理解して、攻撃終わりに激光山が当たるタイミングから逆算して溜め始める必要があります。このタイミングをつかむのがかなり難しく、時にはタックルなどを使って調節する必要があるので、かなりやり込みが光って面白いところかなと思いました。2点目は激光山の準備の仕方です。これは先ほどのタイミングにも関わってくると思うんですが、どういうコンボでモンスターの攻撃に対して激光山を合わせていくか、その準備のコンボ選択が非常に難しいと思いました。特に体験は1モーション1モーションがかなり重いので、激光山の 2,3 手前からコンボを考える必要があると思いました。自分は体験を触り始めなのでここの卓がかなり少ないんですよね。一方で体験をやり込んでる人たちはここの選択肢が豊富で、その場その場に応じたアドリブ力がかなり高いなと思っています。ここの準備の仕方を研究するのがやり込みになって非常に面白い点だと思いました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画を機に太刀や体験に興味を持っていただけたら幸いです。またどちらの武器もモーション理解はかなり大切だと思っているんですが、自分のチャンネルではモーション解説動画も上げているので、よければそちらもご覧ください。そして今後は別武器もいろいろ遊んでみようかなと思っているんですが、何かおすすめの武器とかがあればコメントとかいただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。